皆さんこんにちは、柳千佳です。東京から帰ってきたら仕上げると決めていたレモンスターのミニキルト。キルトトップを壁から下ろします。ハンドキルティングで仕上げたいので、まずはしつけをかけます。テクテク運搬中。こんなに狭い部屋でもしつけをかけられるとても重宝しているアイテムがこちら。ユニット畳というのかな。床に直接敷いて使える軽くて持ち運び可能な畳のことです。5年前にニトリで購入しました。このユニット畳、サイズは82センチ ×82 センチ。小さなキルトであれば1枚で十分だし、少し大きめのキルトなら畳を2枚使って左右半分ずつしつけをかけることができます。ちなみに今、一辺2メートル超えるような大きめのキルトも作っているのですが、さすがにそれはこの部屋ではしつけできないだろうから、今後ユニット畳2枚で対応できない大きさのキルトトップが出来上がった時にどうやってしつけするかっていうのは、これから考えないといけないなって思っています。しつけ用の画鋲はロングボンゴピンという商品を使っています。足が長いのでしっかり固定してくれる。こんなに長い。あとしつけ用の針。これも普通の針と比べてすごく長い。しつけ糸は袋に入れて保管しています。もともとカセになっているものなので糸を一本一本スーッと引っ張って使います。それではしつけを始めていきましょう。裏布、キルト綿、そしてしっかりアイロンをかけたキルトトップ。まずは裏布の裏面を上にしてシワやたるみが出ないように畳の上に置きまして、端をしっかりピンで留めていきます。キルト綿も同様にたるまないように置いて、ちなみにふわふわしている方が上です。ピンで留めます。裏布、キルト綿の2層が固定できたら、ピンが足りない時とかは最初に裏布を留めたピンは抜いても大丈夫。続いてキルトトップを置きます。同様に端をピンで留めていきます。ピンの間隔や数に決まりはありませんが、ずれるのが不安なら多めに打っておくのが吉です。とにかく中心から外側へ撫でるようにしてシワを取り、ピンを打つ。これで3層が固定できました。いよいよしつけをかけていきます。やはり基本は中心から外側へ、シワやたるみを外へ逃がすイメージです。しつけ針を入れたらプラスチックのスプーンを使って針を出す。畳に針が当たった感覚を確認して、きちんと3層を固定するように裏布まですくいます。最後は一針返し縫いをして、玉留めはせずに糸端を残してカットします。慣れれば無心でできるので楽といえば楽。ただし腰にくるので、元気がある時にやりたい作業ではありますね。よし、お菓子休憩にしよう。
よし、美味しいもの食べたし、幸せな気分でまた頑張ろう。ミシンキルティングのしつけはピンで留めて、はい終わりってできるけど、ハンドキルティングはそうはいかない。それでも手間も時間もかける価値がここにはあると思っています。綺麗にできるかどうかは準備、つまりしつけの段階でほぼ決まるのだと毎回自分に言い聞かせる。最後に周囲をぐるっとしつけしてしつけ完了です。やり始めるとね、結構あっという間に終わるけど、やり始めるまでが辛いのがしつけかけ。やるぞという勢いが必要ですね。私はしつけに入るこの段階でキルトを放置しがちなので反省です。というわけで、ついでにずっと放置している未完成品のミニタペストリーもしつけしちゃいます。道具を出したりしまったりするのはめんどくさいから、とりあえずできる時にやっておく。キルトを完成させるまでにはいくつか工程があるけれど、私はしつけが一番好きですって人なんて絶対いないと思う。もう綺麗事抜きでただひたすらにめんどくさいんですよね。気が向かない作業だからこそ、ラジオとか聞きながら楽しくやっていきたい。そしてしつけ完了。やった。休日は一日中引きこもりがちなので、ここ最近意識して散歩することにしてみた。ずっと健康にキルトしたり、いろんなことしていたいから。でも結局帰ってきてからまたキルトしたりしているので、散歩の健康効果はもう限りなくゼロなのではないかという気もしています。せめてマイナスにならないように善処したい。レモンスターのキルトはキルトラインをどうするか考えたいので、四角つなぎのキルトからキルティングを始めています。四隅が浮くのが嫌だなぁと思って、まず斜めにキルティングを入れています。これで斜めのキルティングがほぼ入った状態。明日からは落としキルト、縦線横線を少しずつ入れていきます。レモンスターのキルトは結局シンプルなキルトラインにすることにしました。ヘラでキルトラインを描いていきます。シンボルはめて、準備は万端。いちご柄の陶器のシンボル、可愛くてお気に入りです。お気に入りの道具があると手仕事も楽しい。自分の生活、自分の心を豊かにするものを作りたいな。
ステージがあるんですけど、彼らもエクスポのチェコのそのチェコ館でコンサートを3日間の間こなして、頭にホックつけてますね。王冠とってお尻にちゃんと尻尾も上がってきます。縦と横のキルトも入りました。裏から見るキルト、大好物です。3枚とも全部お気に入りだけど、もう少し青とか寒色系のものも作ればよかったなぁと思ってます。次回は寒色系で。今にも雨が降り出しそうな日も、一針一針、完成目指して縫っていく。キルトを作るときにいつも考えていることがある。遠い未来、私の作ったキルトがいつか誰かにとってのアンティークキルトになってほしいということ。私が持っている2枚のアンティークキルトトップ。おそらくアメリカで誰かの手によって作られて、その後どういう運命をたどったのかはわからないけど、海を越えて私の元にやってきた。生地そのものの美しさはもちろん、そのキルトがたどってきた歴史の重みも感じている。いつか私がこの世界からいなくなった後に、いつかどこかの国で誰かの手に渡る。時代は違えど同じように手仕事が好きな人にとって素敵だな、これ好きだなって心が動く瞬間が訪れるようなキルト。そんなキルトを残したい。残せたらいいなって思っている。今を生きる自分のために、未来を生きる誰かのために。そんなことを考えながら今日も針を動かす。キルティングがしっかり入ってくると、一人で眺めてニマニマしてしまう。このぷくぷく感がいいんだよな。いつか名も知らぬ誰かが手に取ってくれたなら、同じようにニマニマしていてほしいな。完成が見えてくると、がぜんやる気が出る。まずは今、自分のために。朝起きた時、仕事から帰ってきた時、好きなものに囲まれて過ごしたい。数日かけて、こんな感じでキルティングができました。あとはバインディングを残すのみ。今日はもう寝ましょう。この日はそれぞれのキルト用にバイアステープを作りました。どれも長めに作ってあるので、そこそこの長さが余るはずなんですけど、その余りを全部つなげて、レモンスター用のバイアステープにする予定です。バイアステープいろんな柄混ぜるの大好き。前回作った棒体のキルトのバイアステープも15センチほど余っているので、一緒につなげちゃいます。余っていたバイアステープもこうして次へ次へとつながっていく。色味だけ合わせて複数の柄をつなげることで余ったバイアステープを効率的に使えるし、何よりかわいい。これでバイアステープが全部付け終わりました。あとは裏側に奥立て祭りで縫い付けるだけ。裏布の切れ端はまた何かに使いたいので残しておきます。こうして歯切れが増えていく。でもきっといつか形にできるから大丈夫。これは
パッチワークを始めた頃に縫って、そこから20年近く放置してしまったレモンスターのキルトブロック。改めて考えると20年ってすごい。作っていた当時はもちろん、今見ても大好きな布ばかりで作ってある。ずっと気にはなっていたけど、見て見ぬふりをしていた。ある日本当にふと、このまま完成させずに終わるのかなって思った時に、いや、私は絶対にこのキルトを完成させたいって思いが強くなって、ここにたどり着くまでは本当に長かったけど、こうやって今完成させることができた。レモンスターのキルトの出来上がりです。20年越しに完成した私の一番星を飾ります。作りたい。その気持ちがある限りはいつだってもう一度踏み出せるんだって、このキルトが教えてくれた気がする。一緒にしつけして、一緒にキルティングした四角つなぎのミニキルトも飾っていきます。決して誰もが驚くような大作でなくても、小さなキルトが集まって自分だけの宝石箱のようなアトリエの出来上がり。